皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中俊二です。今回もですね、将棋大勢実況対局の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速やっていきたいと思います。今回はね、読み合い音声を室谷由紀女流三段に設定してあります。先手になれば石田流をねちょっとやってみようかな。あるいは振り飛車系ですね、藤井システムとか振り飛車系をやろうかなと思っております。後手番でしたらね、またそこで考えようかなって感じなんですけど、相手の方の作戦次第でね指し方を考えていきたいところなんですが、ちょっと今回ね対局が先手です。先手でしたね。相手の方初段の方ですね。対局開始。ではこれをついて石田流やろうと思ったら、これだとねやりにくいんですね。7五歩とついても8五歩と使えてね、ですので、じゃあでも三間飛車にしようかな。三間飛車いってみましょう。これね3四歩とついていくことできるんですけど、これだとね結構やりにくいんですね。石田流を封じたというかね、やりにくいスタートでした。これもね解説戦でできればと思います。ですのでちょっと変えましてね、今度は美濃囲いから相手の方の作戦次第なんですけど、急戦をやられれば急戦かもしれないですね。これもし穴熊を目指してくればね、中田流の穴熊崩しをねちょっとやろうかなと思ったんですけど、端歩が早いので急戦模様でしょうね。これはね、これで3三と上がればね、あれなんそうですね、7四つついたので急戦ですね。いわゆる急戦。このまま王様もね、もしかしたらエルモ囲いというね形になるかもしれないですね。左美濃でしたね。天守閣美濃ですね、これね。天守閣美濃、持久戦といえば持久戦ですけど、穴熊ほどね、なんていうんですかね、そう急戦と持久戦のね間ぐらいの感じですかね。銀を出てきましてね、角頭を狙ってんですよね。いやあんまりね私もね経験がない方どうしますかね。角を引いて逃げとく手もあるし、突かせてね攻める反発するっていうのがね、中田流なんです。私のね好きなお世話になってる中田先輩はそういう感じなんでね、そういうイメージでいきたいんですけど具体的にじゃあどうやってさばくかっていうのをねちゃんと考えとかないと、ただね攻め込まれちゃうだけになっちゃうんでね、これ難しいですね。金とか上がれば穏やかですかね。ただちょっと王様薄くなるんでねやりたくないなみたいなとこですよね。ただ7五歩同歩同銀と来るのが間違いないので、その対策をちゃんとないとねただ呼び込むだけになっちゃうんでね、角を引いとく手もあるんですけどね、角引くのはちょっと弱気かな。いや三間飛車のね使い手の方の気持ちになって考えたいところなんですけど、角を引くとね狙いで角を逃げるっていうすごい極めてなんていうんですかねオーソドックスな手なんですけど、普通の考え方なんですけどね。ただ角を引くとやっぱちょっとね反発力は、次7五歩に6五歩みたいな考え方させたいんですよね。同銀7五歩いやちょっと無理かな。ついてどうちょっとやってみますか、呼び込んでね。ちょっと危険かもしれない。ただこの歩をね突いておきたいんですよ。どっかでこの天守閣美濃っていうのは2五歩とね突く手が狙いとしてあるので、それをねやっていきたいということですね。さあどうしますかね。歩を突いて取って角打ってむずい。でも軽くいきますか。軽くね、今回は軽くうまくいくかは分かりませんが、これも5九角とか引けば、ある程度受けの形なんですけど、もう軽くですね、軽くこうさばこうとうまくいってほしいところです。これがね、軽くさばくっていうのはなんていうんですかね、こう受け駒の方に金駒を持っていかないんですよ。だからこういうふうになんていうんですかね、飛車1枚で支えてるような格好なんですけど、なるほどね。これでこう垂らしちゃいけど、これ習えちゃうとねまずいんで、これでこうって攻めようと思って、相手の方強い方ですね。強いですね。さすがやっぱり初段の方だけあって、でもこれが攻め合いですね。今飛車引かれる方がちょっとやるって言ったけどね、これだと攻め合い、これ軽いですね。これ軽い感じですお互い軽い感じですけどね。これ私の桂馬が飛べたのはね、あと歩を2枚持ってるんで、この時に、天守閣美濃っていうんですけど、このね囲いのいいところは振り飛車にね硬さ負けしてないんですよね。ご覧の通りね、もう同じ硬さですよね。もうほぼ同じ形な同じ硬さで、決戦に持ち込めるっていうのがこのすいません美濃囲いのねいいとこなんですね。
ただですね、今回は同じような形なんですけれども、この桂馬ですよね、私の振り飛車側の桂馬が逃げてるのがちょっと違うとこなんですね。これ例えば桂香をこう取り合うような想定ですと、まあ、お互いにね飛車桂香飛車桂香とかね、まあ、角桂香、まあ、飛車角とね桂香を持ち合うような感じになるイメージなんですけど、このまま例えば私の方から2九飛車成1九竜とね、ごめんなさい、先手は8一飛車成9一竜ですねという感じで桂香を取れると、私のだけ桂馬が逃げててね、桂香を取れるというか、こうなるとね優勢ですよね。私の方がこう陣形が同じような硬さで、桂馬1本桂馬1枚多く取れるっていうのはやっぱり大きいので、今だからここで相手の方が考えてるのはね非常に、その辺のとこですよね。このまま指してしまうと桂香をね私の方が多く取られちゃうんで、ちょっとね急いで攻めようってことでしょうかね。なるほどなるほど、これは取ってるのに香取ってことですかね。で同歩なら同馬から2八馬と引いてってことですね。いや筋のいい手だと思います。なるほどね。いやこれ一番嫌な手かもしれないです。確かに指されてみれば。まあこれ桂馬取りますか。これ同歩同馬と引かれて2八馬引かれちゃうとね飛車が逮捕されちゃうんで、これ難しいですね。さすがに人の悔しいかなって、同銀だと香取ってことだと思うんですよ。だったら同銀かな。さすがに引くんじゃ悔しいもんねということで、まあ引いて辛抱するともあるんですけどね、これ香車を取ってことだと思うんで、これは先ほど言ったように1枚ね多く取られちゃう間に戦果を上げようということで、5五歩相手方ちょっと考えて指された手だったんですけど、さすがです。あ、馬引きですか。まあこれもありますよね。歩を打つか銀を引くか迷いますね。歩を打つのが高いんですけど、それを打つと香を打とうってことでしょうか。さあこれねこの辺ね大事なんですよ。というのもまあ玉の硬さは繰り返しなんですけど、同じような硬さなので、こういうところ一手一手でね間違えてしまうと取り組戻すのがね大変になっちゃうと。で私もね銀出たいんだよな。できればこうね4五銀とね出ていきたいんですよ。それでうまくいくかなってことを今考えてます。こうって香車って出る、こうなる、なんかねこの王様近いんで銀出てね攻めていけないかなっていうのも考えてます。まあ、金が上がって受けとく手もありますけどね、シンプルにね。金が上がると馬引くのかな。金上がってきますか。まあ難しいところですね。これは一旦受けに回った手ですね。もう銀出てどんどん攻めちゃう手。まあ銀上がるとこう美濃囲いから離れちゃうのがマイナスなんですけど、プラスとしてはやはりこう先手で受けれるってことですよね。今4七銀引くとかね引ければ硬いんですけど、やっぱりそれ後手を引いちゃう。後手っていうのはね相手の手番になっちゃうとですね。これは先手で馬を終えるってことです。まあ、この金がやっぱり宙ぶらりんなのはまあ見てご覧の通りなんですけれども、その分ねこの私の方にこう一回こうボールが来てるわけですね。こう馬を狙ってね、こう馬と馬が逃げれば私の手番なんで、終盤やっぱり一手の価値が非常に大きいのでね、まあ、金がこう離れたっていうマイナスはもう見逃せないところではもちろんあるんですけれども、逆にねこう一手ね早くね攻めれる。で相手方強いです。強い方がしぶといですね。引きでね硬いんですよこれね。まあこれは難しいですね。バラバラなんとも言えないような。ここ突きたいんですよね。いっちゃいますかね。ここ突くと激しいですね。いっちゃおうかな。これ香取得点もあったんですけどね、これはもう銀が終われる前に勝負で、ここでもね桂馬が逃げてるの大きいですよね。これね桂馬を打たれてるとさすがにここ突きにくいですよね。桂馬美濃囲いって桂馬が弱点なので、まあ、こうやっていった時にね7四桂の3六桂ですか、3六桂の傷があるんでね、これね私ねここでねもう取っておきの手があるんですよ皆さん。ここでね取っておきの手、これねここに桂馬ですね。これをやりたかったんですよね。これがね気持ちのいい控えの手で控えの桂で、ここに桂飛ぶ手がね絶好なんですよね。この手が見えたんでねちょっと3五歩いったんですけど、基本的には美濃囲いのこう小瓶っていうかね、この3五歩ってつく手は条件が整わないとあまりやらない方がいい手だと、私は思いますね。なぜかというとやはりこう桂馬をね取られやすいので、桂馬を取られる時にやはりこう王手で桂打たれるので美濃囲いの、弱点なんでね。でまあ一応桂馬が飛べたと。まあとはいえねドヤ顔で言ってましたけど、結構まあプロパラ大変なんで、ね、考えてないですね。これどうしますかね。角を打とうかな。自陣に角を打つ。まあ歩を打つのが第一か。歩を打ちますか。バラバラ難しいですよ。やっぱ馬がねついてるんでね。これ銀引いてくれればいいんですけど、多分おそらく銀取ってくるでしょう。どうですか。やっぱり皆さんねこれご覧になって分かると思うんですけど、やっぱりこう3六のね地点に桂馬打たれてちらつくいますよね。やっぱこういう感じで、そうですね。これ同馬はね実はねちょっとねまあありがたい手なんですね。これ言っちゃうまく言った方がいいかな。どっちがいいか。これねちょっと寄り筋になったかもしれないですね。どっちがいいかな。
最後ねこれ桂馬を渡すと桂馬があるんで銀打って同銀同桂成同玉で取る。まあ先切った方がいいかな。先切りますか。これね私は狙ってた手なんですよ。馬が離れたんで今ね同金の方がねまあ同金だとちょっと辛いんですけどね、馬で取ってこう桂馬を取りたいんでね、桂馬を取れば3六桂って手があるんでね、だからこれねこれだとどっちがいいかな。銀打って金打って詰みそうだけど詰まないか。銀打って金打ってまあ詰まないかもしれないけど必死になりそうですね。銀打ってこれは王様逃げれば詰みなので同桂しかなくて、で金を打って王様引くね、どっちに引いてもね角から打ってね、王様こっちに逃げれないんですよね。こう3一玉ですと2二角と打ってこれは詰みですね。こっちに逃げると詰み角なギリギリ詰まないかな。まあでも必死ですね。これ必死がかかります。で私の方は桂馬さえ渡さなければ単独桂さえなければ安全ですね。これはなんとか押し切れてましたかね。まあ今回は軽くさばくというテーマでしたけど結構紙一重でしたね。角成って同玉ギリギリ詰まないですね。追っかけてもね、まあこうなってきっちり必死をかけましょう。これでね、完全な包囲した格好です。で私の方は3六にね桂馬を打たれると危ないんですけど桂馬がないのでね、本領発揮ですね。本領発揮ですかね。ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、三間飛車ですね。一来流三間飛車をやる予定だったんですけど、なかなかちょっと組みにくい序盤でしてね。結果的にはまずまずでしたがね。それほどめちゃめちゃうまくいったほどでもないですけど、そこそここう5分ぐらいで立ち上がりましてね。中盤終盤難しかったですね。相手の方のね指し方もすごく良かったのでね、微妙なところで差がついて最後はね控えの桂がちょっとね出立ってた桂打ちがありましてね、そこからちゃんとペースをつかんで勝つことができました。細かい手順解説はね大盤でね解説編でやっていきますので、ぜひぜひそちらの方もねご覧いただければなと思っております。この動画が良かったという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。実践系のねリクエストなどお待ちしてますので、どしどしコメント欄にいただければなと思っております。それではまた、さようなら。